も、望月ひまりです。今回は Twitter で募集したひまもん、ひまりへの質問についてお答えしていこうと思います。対戦よろしくお願いします。シャンプー何使ってます？ Lux Super Rich。今月予約したエロゲとか買った旧作とか教えてください。あと、ひまりちゃんとエロゲ談義できるような放送があると嬉しいです。今月予約したのは、空の少女、2作目の空の少女の HD 版と、あとは、鍵を隠したカゴの鳥を予約したんだけど、後者の方はね、ちょっとまだ体験版が出てないので延期するのではないかなと思っている所存でございます。エロゲ談義ね、いつか、近々ね、やりたいなと思ってます。面言になるか、普通の配信になるかわかんないけど、その時はね、いろいろ教えられ、できたらなと思ってますので、よろしくお願いします。同じウサギのキャラクターで、こいつにはかなわん、わらというのは得ますか？うさびっち。ひまりちゃんは今後、ユニちゃんやエロゲのヒロインみたいな可愛い子の家に潜むご予定はありますか？ユニちゃんの家に居候したいあまりに、この家を燃やそうか悩んだ時期もあったんだけど、普通に嫌だって言われたので、やめたよ。ユニちゃん様以外とのコラボ配信、コラボ動画などは考えてますか？まず、コラボしたいっていうのは、ガオー先生かな。無事ね、ガオー先生の携わったエロゲの実況配信許可も取れたので、ガオー先生、お待ちしております。ひまりちゃんは何の作品でエロゲにハマりましたか？初めてプレイしたのは全年齢版なんだけど、この世の果てで声を歌う少女、ユウのセガサターン版ですね。おじいちゃんがセガサターンを持っていて、ひまりはね、そのセガサターンを使ってナイツとかプレイしてたんだけど、当時ね、やっぱり周りの友達でセガサターンっていうね、ハードを持ってる子がいなかったから、ひまりだけが遊べるゲームだったんだよね、セガサターンって。だから、セガサターンのひまりが選んだソフトで遊びたいってなって、で、おじいちゃんに中古のゲーム屋さんに連れて行ってもらって、この中から好きなの選んでいいよって言って探したんだよ。どのゲームがいいかなってなって。で、まず持ってきたのが、イブバーストエラーだったんだよね。当時女の人がすっげーかっこいいキリッとした顔でパンツ見せてんのめっちゃかっこいいなーって思って選んだんだけど、右下にね、18歳以上推奨って書いてあったのだよ。推奨だから18禁ではないんだけど、書いてあってさ。で、おじいちゃんがそれを見てね、ひまりちゃんこれダメだよ。これダメ。違うの選んでって言われて、じゃあこれって選んだのがユウのだったの。で、これならいいよって言って買って帰ってさ。で、ゴソゴソとね、袋を開けるわけよ。そして、状態が書いてあるシールがあるんだよね。説明書ありとか汚れありとか、シミありみたいな書いてある説明書の紙をペラってめくったら、そこに18歳以上推奨っていうマークが入ってて、おじいちゃんがそれを見て、ダメだ、これもダメだよ、ひまりちゃんって言って、その時は隠されちゃったんだよ。で、しばらく、数年その後は隠されちゃったから遊べなくて、結局桜大戦を買ってもらったんだけど、おじいちゃんがね、亡くなった後に遺品を整理してたら、ユウのがね、出てきたんだよ。おじいちゃんこれ捨ててなかったんだ。ひまりが18歳になるまでこのゲーム取っといてくれてたんだって思って、もう泣きながらね、亡くなったおじいちゃんを思いながら50時間かけてユウのをね、クリアしたんだよ。しかもすごいいいゲームだったんだよ、ユウの。もうその時からね、ノベルゲームってすげえなーって思ったのが始まりだったね。で、そっからこれって原作エロゲなんだ、へーと思いつつ、機会があったらエロゲ遊んでみたいなーってなって、メイドカフェで働いた時にもらった体験版が、これエロゲじゃんってなったのが始まりだね。ユニ様、ユニちゃん様、ご主人のような安定かつ定着する呼び方が欲しいです。エロゲかな。最近ハマっているアーティストとか音楽ありますか？一番最近聞いたのは劇団四季のライオンキングの全曲を聴いて雄大な自然を感じて旅行している気分になってます。エロゲ界の荒人神こと多田さんに認知されたことについてコメントお願いします。嬉しいぜ。ありがとうございます。お仕事待ってます。
今年のおすすめゲームと期待しているゲームを教えてください。今年プレイしたゲームはね、アニプレックスエクゼのアトリっていうゲーム。ロープライスゲームで確か2、3000円くらい。決まり方と期セールで確か1000いくらとかで売ってた気がするんだけど、枕とフロントウィングが共同制作で作ったエロゲで、もうこれがね、こんなロープライスでこんなに感動していいのかっていうぐらいね、久しぶりに泣いたね。結構ね、王道だと思って、イチャラブ最高だぜって思っているね、エロゲープレイヤーたちを拳でぶん殴って脳症ぶちまけるぐらい衝撃を受けるゲームなので、ぜひコウサギちゃんたちもプレイしてほしいです。期待しているゲームは、やっぱり極限痴漢得意点かな。闇の組織バチカンの真の目的、早く知りたい。あと、桜の時開発、待ってます。今月18歳になってエロゲを合法的にできるようになったのですが、何をしようか悩んでます。おめでとう。エロゲ初心者におすすめのエロゲがあれば教えてください。妹キャラが好きなので、できれば妹を攻略できるものでお願いします。ひまりはね、妹は攻略できないからこそいいって思っちゃう派なんだよ。こう攻略ができない、もしくはちょっとこうサブでねちょっとエピソードがあるくらいだから好きみたいなとこあるから、妹攻略できるゲームかちょっと難しいな。そうだな、お兄ちゃん攻略でもいいなら恋人遊戯かな。主人公がね、あまりにもいろんな人から愛されすぎてヤンデレになったお兄ちゃんが急に監禁してきて、でお兄ちゃん僕トイレ行きたいよーって言ったら、ちょっと待ってろ、お兄ちゃんが今ストローでお前の尿を飲んでやるからなって言って、急にストローをこう持ってきてストローでジボボボボボボーって飲むっていう名シーンがあるので、ぜひ。ちょっとお兄ちゃんだからね解釈違うかもしんないけど、恋人遊戯おすすめです。エロゲで好きな季節は夏。米とパンどっちが好きですか？どっちも。ユニちゃんからどんなエロゲを借りたの？メガストア3年分の付録のエロゲを借りました。ちょっと抜けてるところとかをねインストールさせてもらったりとかして遊んでます。ガバリエルことウサリエルを救う回のものですが、ウサリエルが喋ったり動いたりする件は完全に闇に葬られたのでしょうか？ウサリエルはなんか喋ったら面白いかなと思って2個目ぐらいの見た目紹介っていうクソ動画があるんだけど、ちょっとそこで喋ったりする気がするのよねみたいな感じで言ったけど喋れません。はい、黒歴史です。ひまりちゃんって本当に巨乳なの？ H カップです。好きなジブリ映画があったら教えてください。好きなジブリ映画は千と千尋の神隠しとか、あともののけ姫なんだけど、ひまりの中ですっげえ心に響いたぜみたいなゲームは耳をすませばかな。しずくがね悩んでるんだよ。せいじくんが夢があって、もうその夢をね叶えるかどうかがわかる学校にね行って自分の力を試そうとしてるのに、自分はまだただの学生で決まった夢もなくて、ただただ流されるように高校に行くだけ、そんなのでいいのかなみたいな感じで焦っちゃって、やっぱり私高校行かないで小説家になるっていうね、急にこうやっぱり俺高校中退して YouTuber になるよみたいなことを言うんだよ、しずくが。その時にさ、お父さんがしずくに対して、しずくそうやって自分の人生自分で決めてくのいいと思うよ、けどな、それには責任は全部自分で背負わなきゃいけないんだ、誰もお前のことをかばってくれる人はいないんだからなっていうのを見てね、はぁーみたいな、こうやってひまりは YouTuber で食べていこうとしてるけど、これは誰も責任を負ってくれない。ひまりは自分の信念だけを貫いてやっていかなきゃいけない過酷な道なんだ。でもどうしてもやりたいならそれだけの覚悟を持ってやらなきゃいけないんだってね、思い知らされたわけですよ。結局しずくはね、その後一冊ね小説を書き上げて、やっぱり自分には学がない、高校に行って勉強しなきゃって思うんだけど、やっぱりそうやってねこう自分の信じる道を一回やってみて、その上で納得して決めるっていうのね大事だなって思いましたね。ひまりはそれで1000万とかしてしまったんですけど、はい、600万円溶かす原因となったコンサルタントについて思うことを正直に、他にコンサルタントをしていたのでしょうか？みんなに任務を進めていたのでしょうか？今は特に
何もやっていないようですが、また戻ってくるのでしょうか。ひまりちゃんが一番好きなアニメは何ですか？ブラックラグーンです。エロゲの非攻略ヒロインで一番好きなキャラを教えてください。イノセントグレイの空の少女のゆかり、妹ですね。とてもよくできた妹です。大好きです。愛してます。可愛いですよね。好き、大好き、愛してる。10年後、いや1年後も同じことを言えるのでしょうか？ありがとう。ひまりも好きだよ。好きな同人誌のジャンルはネトラレです。好きな動物は何ですか？パグです。この大空に翼を広げてをプレイしたことがありますか？したらどうだった？英語リリースをプレイした。でも18プラスの場面は消されたんだ。エロシーンを見られるように後でゲームをハックした。検閲についてどう思う？ごめんな、僕の日本語はダメだったら。この大空に翼を広げてはプレイしたことがない。ごめんな。ハックは良くないと思うので、ひまりが今度プレイをして感想を言う。検閲は良くない。Thank you。チャンネル登録よろしくね。お願いします。チャンネル登録してね。してね。よろしく。